さい、どうぞ。はいどうぞ。高校生の頃からずっと食べてて、絶対味噌煮込みです。めちゃくちゃ美味しいです。いらっしゃい、どうぞ。はい、じゃあ、特。はい、じゃあ、いった。麺がもちもちして太いところが好きです。はい、じゃあ、ミニの親子丼。で、これが前日から水につけておいて、後で火を入れて、出汁を取ります。村味2種類とソーダガツオ、あごだしとしいたけの戻し汁を使います。中力粉と水です。小宮さん、創業はどのぐらいになるんですか？ちょうど50年。もうちょっとしてからこう掴んでみて、混ざって適度な硬さになったら OK です。で、だんだんですがこう繊維状になってきます。こういう入り組んだ感じになって、これがコシの強さになってきます。で、これをですがこう踏んでより強くするっていう。で、これもさっきの言った繊維ですね。で、これが重なって強くなるっていう。うどんの場合は中力粉と塩水です。で、塩水が、ここに作ってあるんですけど、冬が塩度が13ぐらい、夏が18ぐらい、その間で季節によって変えます。人間と一緒で夏はちょっとだれるんですよ、うどんが。で、塩をきつめにする。雨の日は水分少なめっていうふうに、その 2本でやってます。これも半分ですね。大体1日何人前ぐらいのうどんを打たれるんですか？平日で200ぐらいじゃないかな。土日だと250とか300とか。で、さっきのこの繊維になったものがガチャッとなってクロスになって、でもう一回畳むんですけど、畳んでまたこうなってこうなって、でうちこれ2回なんですけど、他のところをもう一回やるところもあります。練ってすぐ団子状にはできないんですね、うどんの場合は。煮込みの場合は水なので、そんなに工場じゃないのですぐ団子にすることができます。これを団子にしていきます。これがさっきの言った繊維です。これは空気抜く作業になります。上から押さえつけちゃうと硬くなるんですね。繊維をちょっとずらすんです。体重をかけつつちょっと前にこう、そうすると繊維がこうずれてって硬くはならない。で、うちの場合は芯をちょっと硬くして表面を柔らかくしてる感じになります。煮込みが100人分ぐらい用意して、うどんが200人分ぐらいかな用意して、うどんの場合は前の日のものが、これは明日のもの。うどんの場合は1日寝かせて、で煮込みの場合は塩が入ってないので、なので煮込みはその日に作る。さっきの味噌煮込み分ぐらい買ったので、これをもう一回練ります。朝早くから大変だね。仕入れはお父様が？今非常に野菜関係が高いんですよ。それでできるだけ値打ちなところにいい商品を仕入れに行く。そういうふうにして期間は早いんだけどやりくりして。
戻しだけが戻し飛び降りこちら味噌汁です。これは丼。大体週末は1頭ぐらい、平日は8頭ぐらい。これは唐揚げですよね。これって荷揚げですね。荷揚げ。土日祝日限定で天むすやってるんですけど、それのあんです。天むす用です。
定食の、小鉢です。ありがとう。どうぞ。すみません、お待たせしました。先にお二人様どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。ありがとうございます。あ、どうぞ。1名様です。1名様でカウンター席お願いします。1名様です。1名様です。1名様であちらの席お願いします。2名様。木うどん1点ころです。はい。はい。はい、どうぞ。いや、項目です。オリバー、はい。いや、おにぎりが。お願いします。野菜です。
ューライス。お待たせしました。2個目の定食です。はい、お待たせ。見て見て見て。失礼いたします。はい、お待たせしました。これが白になります。お待たせしました。麺の硬さがちょうどいい。こっちのきしめんも同じですね。入り口から来て。すみません。以上でよかったです。天丼ですね。空うどん。はい、瓶のカツです。お。いいから。はい、じゃあいった。すみません、ビーツ冷たいの。冷たいのでお願いします。あ、時間かかっていい？あ、ミニマグロ丼です。ごめんなさいね。ざるかきじゃあ大丈夫だそうです。はい、どうぞ。はい。
牛コロ。牛コロです。じゃあカツカレーのチキンライス。これ15です。はい、じゃあみぞれ。タレ。いいやつセットのカット。人数がさ、いくつか巻き寿司とか買ったり美味しいです。まあ、ちょうど混み始めたんで、混む前にこれってよかったです。今日神奈川から出張できてて、ちょうどなんか調べたら、そうですね、ネットで調べたら見つかったので、せっかくなんで美味しいですね。はい、じゃあ B もいく。はい、じゃあ B いくよ。じゃあはい、じゃあカレーもいく。ありがとうございました。いきます。はい。はい、行こう。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。じゃあ、こんにちは。がみぞれになります。はい、エビになります。エビの台。はい、野菜どうぞ。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、じゃあ徳です。はーい。はい、どうぞ。天ぷらうどん。ありがとうございます。
つみやさんの好きなところって何かありますか？何食べても美味しいとこと麺がもちもちして太いとこが好きです。あ、お母ちゃんお母ちゃん元気？はい元気です。また多分それ食べに来ると思う。ごちそうさまでした。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、はい。はい、7番。はい。つみやさんよく来られるんですか？結構頻繁に高校生の頃からずっと食べてて、はい。おすすめのメニューとかありますか？絶対味噌煮込みです。あとカツとじ、めちゃくちゃ美味しいです。店主さんが本当にいい人で、いつもなんか喋りかけてくれて、必ず挨拶してくれて、お値段も安いし、通いやすいです。で、終わりかな。はーい。じゃあ中が1、ミニ丼が1。はい、じゃあミニの親子丼。で、さっき、はい、14です。あ、こっちの前だ。うん、後ろじゃない。どうも。はい、じゃあ特。薬味なしで、こっちがツーライス。はい。お味どうですか？めっちゃうまいっす。もう一個中追加。はい、ません。さっきです。一番です。じゃあとろろとミニ親子一緒に行きます。あとカレーで終了です。はい、じゃあカレーいった。あ、いいですかね。はい、じゃあこれでおしまいです。はい、ほい。はい。
が3種類です。白味噌と、八丁味噌と豆味噌で、あと入ってるのがみりんと醤油、それを合わせてから2週間ぐらい寝かせます。この樽なんだけど、それを何個か置いておいて 2週間繰り返していく。なんか薬味なんか器かなんかもらってもいいですか。朝のやつだよね。はーい。持って帰る天ころ。はい。カツ丼です。この中にグルテンっていうのが入ってるんですね。これを練ることによって全体に極まってコシが出てくるんですよ。綿棒で伸ばすときに広さが一定になるように同じ分量でやらないと、手打ちの場合にはね、これが大体2キロぐらいでねやると、こういうふうにね、右手でひねりながら時計の反対方向に回してね、こうして生地を鍛えていくんです。これを大体前日に2回ぐらいやっておくといいんです。へそが上の方まで穴が開いてると伸ばした時に薄くなって切れちゃう。でここでぐーっと押さえて形にして一晩置いといて、でそれを今度こういう平べったくして伸ばす。乾くと表面がどうしてもボロボロになるもんですから、風に当てないようにナイロンの袋にたんで置いておく。大体これは何時間おきぐらいに？大体3時間からそのぐらいだね。やっぱり3時間ぐらい置くことによってグルテンがね上手に行き渡って美味しいんです。
うどんきしめん煮込むっていうものは日本の伝統的な要素があって、大人でも子供でも来てもらえると、そういうところに一応私は着目してこれを始めた。一番我々の商売は家内が協力がないとね、飲食業はできないんです。だから夫婦仲良くやることが前提ですね。住屋さんの店名の由来っていうのは、私はね、五島列島の出身なんですよ。海が好きでね、私は生まれつき海で育った人間で、私は海が好きだと。名前が初で海を入れて屋号を作ったと。初海屋と言って、初の海に家としてやったんです。自分の思いをしっかりね、自分の人生に乗るからそるからです。はい、じゃあいった。